当にパストでめちゃくちゃこれ女子人気が高いです。好き釜玉麺。完成。ラーメンは主人が2年ぐらい前にレンタルキッチンで不定期でラーメン屋さんやってて、煮干し系のラーメンをやってて、焼肉やるんだったらそれもじゃあ一緒に復活させようってなって2個だけ。うまっ。お肉も大好きになりますよ、本当に。新潟から来ましたとか、本当ですか？埼玉、福島、新潟、めっちゃもういろんなとこからめっちゃ来てもらってて、ここでも、はい、ここにいるのに「YouTube 出てましたよね」みたいな言われて「見てくれたんですか?」っていう方が結構多くて、嬉しいです。めっちゃ嬉しいです本当に。全部開けると、はい、奥までつながってるので、すごい24人ぐらい入れる個室になってるので、2階とかもできるし、人数に合わせてこうしっかり個室作れるので、結構そういう需要が多かったりはします。焼肉屋さんだったんです。ああ、そうなんですね。で、空いてるの知ってて、主人と2人で焼肉やりたいねだって焼肉だけやるんでもあれだからラーメンもやろうって。ラーメンは主人が2年ぐらい前にレンタルキッチンで不定期でラーメン屋さんやってて、煮干し系のラーメンをやってて、焼肉やるんだったらそれもじゃあ一緒に復活させようってなって、もともとそのラーメン屋さんの名前がシャングリラだったので、そこからそのまま持ってきて、そう焼肉ラーメンシャングリラっていう名前にしたんですけど、めっちゃ気に入ってて、めちゃめちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよね。このデザインをやってくれたのが、料理長のお兄さんで、お兄さんはもともとお知り合いで、そのカフェの方とか、ドーナツ屋さんの方とか全部立ち上げの時に一緒にこうデザインを考えてやってくださってて、焼肉屋さんやるってなった時にデザイナーの弟は焼肉屋だよなってなって声かけて、そうなんですよ。そう東京の焼肉屋さんで10年勤めてて、じゃあもう縁がつながりの。そうなんです。ありがたいことに、そうでお返事いただいて一緒にやりましょうとなったんですけど、お肉の知識がすごいです。お肉喋らせたら止まんないぐらいこうやって知って食べると全然違うんだなとか、いろいろ思いますね。今日はいっぱい撮ってほしい。頑張って喋ります。はい、お願いします。で、内ももの一部なんですけど、こっち側もう一個あるんですけど、亀の甲羅に似てることから亀の甲っていうふうに名付けられてて、で赤身肉でサシはまあそこそこ入ってるんですけど、うまみが強いお肉なんで、当店では低温調理して昆布締めにして、で昆布の美味しさと
この赤身の美味しさをどっちも引き出せるようにっていうメニューを考えさせてもらいます。一回真空かけてからあと低温調理。低温調理する米の子はこれです。ちょっとローストビーフっぽい感じになってこのまま食べれるんですけど、ちょっと炙って食べても美味しい。ああ、そっか、自分で調整できますもんね。そうです。大変になります。そうなんです。なんかその部位で多いと思います。種類が。毎日教えてもらって毎日お客さんに教えるここからそう流れていくんですね。の方が絶対美味しいので、ちゃんとこうキッチンからの架け橋になるように頑張ってこうお肉を覚えて説明できるようにしようと思って教えてもらうんですけど、覚えられないんですよ。なかなか美味しいってなっちゃうので、そう美味しいってどれ食べても美味しいってなっちゃってあんまり覚えられない。お肉のこと毎日いっぱい教えてくれるので、すごい楽しいです。全然お肉ってただ A4 とか英語だから美味しいわけじゃないんだとか、そういうのもいっぱい教えてくれるので楽しい。楽しい。いっぱい聞かないとですね。いっぱい聞いてください。お肉も大好きになりますよ。本当に。これは、ユッケで使います。はい。今削ってるのは油なんですけど、はい油が大体どの辺に入ってるだろうっていう、予測と、もも肉なんで大体同じ入り方するんで、経験値でやってるんですけど。やっぱそれを削るのと削らないのじゃもう味全然違ってくる感じなんです味とあと食感ですかね、もう全然変わってきますし、で余分な油をやっぱ削ってあげないとユッケなんで焼かないのでそのまま食べていただくものなんで、油の冷えた食感とかっていうのがやっぱり良くないので、それをできるだけなるべく削るようにしてます。県産の黒毛和牛の匠っていう貝の身を今日は切っていきます。 BMS ランクっていうのもあるんですけど、全部で12段階あるんですけど、それが10以上でかつ英語ランクだと栃木県産だと匠っていう風にそういう認証を受けることができるんですけど、これはもう匠の。これはもう匠です。その BMS ランクっていうのは結構サシが霜降りがちょっと強いよとかっていう風に言われるんですけど、確かにちょっと見た感じ強いんですけど、サシの入り方が結構細かく入ってくれてるので、食べた時にそんなにしつこくなくて、赤身と脂のバランスが良くて、そんなに脂っこく感じないような形のものをちょっと持ってきてもらってます。気をつけてるのは、食べた時にどうしても脂が多いなっていう部位なんですけど、あんまりそういうのを残さないために極力周りの油を削ってあげて、本当にお肉の中に入ってるサシの油だけをっていうようなイメージでやってます。一口目に美味しくてもやっぱその後脂っこいと続かないと思うので、なるべく最後まで美味しく食べてもらえるようにっていう努力はしてます。こだわりですね。こだわりですね。こだわりですね。なんかそれを知って食べるとより美味しく絶対感じるなって今ひしひしと思いました。なかなか営業中厨房から出るっていうのはちょっと難しい規模なんで、ちょっと暇だったらお客さんとお話しさせてもらったりとかするんですけど、でポイントとしてはやっぱちょっと気持ち厚めに切ってあげると、これもともとすごく柔らかい部位なんですけど、より肉のうまみと脂とそういうのを感じていただけるように、部位によって切る厚さとか変えてあげたりとか、一番美味しく食べてもらえるようにカットはしてます。
これから低温調理をさっきの昆布締めと一緒にかけていくところです。おはようございます。でお昼はこっちでラーメン職人してる伊藤さんです。はい。こだわりポイントが、はいやっぱりサシが細かいことと、あと赤身の肉質の色が濃いっていうのがすごいこだわってて、サーロインとつながってる部位なので、やっぱりどうしても油が入りやすいっていうので、なかなかそんなに赤いのも入ってこないんですけど、ちょっとお肉屋さんに無理ってお願いしてます。で、これで割らせました。これは何の席？これは、ランチの関分っていう和牛上カルビと和牛赤身のセットです。はい、お願いします。写真良かったですよね。嫉妬しました。通常のタン塩と同じ厚さのタンなので、めっちゃ豪華なラーメンです。スープよされますね。はい。こちらの中ですね。お願いします。はーい。お
これ女子人気が高いです。好き釜玉麺、最高です。最高です。すき焼き味ってことです。そうですそうです。甘いお出汁のタレとお肉の脂がとろけて、もっとお肉食べたくなる。この脂が溶けて麺と絡まるのが美味しいんです。美味しいんですね。本当にパストでめちゃくちゃ、かけます。完成。ほぐして絡めて召し上がってください。はい、ありがとうございます。今日の日買ったサーロイン。これもやっぱり油が、なるべく少ないものを持ってきてもらって、はい、結構わがままな感じでなかなか難しいと思うんですけど、お肉屋さんもちょっとなるべく要望に応えてもらってます。こんなに毎日肉見てるのに毎日2人で焼肉したいですね。言ってますよね。食べに行きたい。食べに行きたい。自分のとこに食べに行きたいけどまだそんな余裕がない。お花ですか？お花ですね。すごいタイミングで。オープンした時お花がわーっていっぱい届いてありがたいことに。お花屋さん3往復ぐらいしてました。すごい。オープンして1ヶ月まだ経たないぐらい。経ってないですね。8月5日オープンなので。インサイドスカート、内ハラミでメニューで出してるところなんですけど、和牛ハラミだと結構値段がやっぱり今すごく高いので、なかなか使いづらいんですけど、これだとちょっと食感は近いので、これを食べてもらえたらいいなと思って採用したんですけど、初めて聞いた部位ですね、これ。いや、そうですよね。あんまり取り扱ってるお店ないのかな。10年間焼肉屋修行してたんですよ。でそこのお店ではあったので、都心部だともしかしたら結構いろんな部位とか希少部位とか結構いろいろ取り扱ってるお店が多いのかもしれないですね。取るよ。わけ3つとおむすびです。ちなみにちょっと大盛りなんで麺多めです。煮干しも出ます。今日何食べましたか？ラーメン。煮干しラーメン。お味いかがでしたか？美味しかった。美味しかったです。かわいい。それは何を買ってきたんですか？ドーナツ。ドーナツ。よくドーナツは食べるの？あ、そうなんだ。ドーナツイラストコンクールっていうのをナツさんの方でやってて、それに応募してくれて、で景品がドーナツでもらえるよって夏休みの企画なんですけど、それでいっぱい絵を描いてくれたので、ね。そう、私目の前で描いてるの見てたんで、そうなんですね。あげたいと思って、ね。ドーナツ屋さんの帰りにここに寄ってくれて、そうだったんですね。キャリちゃんに会いたかったです。会いたかった。会いたかった。ありがとう。またこれリセットされるんですよね。シュン次来たらシュン。ホルモンに入るんですよ。お肉じゃなくて。知らなかったです。それでいうとタンも一応ホルモンに入るんですよ。そう
なんですか？すごい、はい、知らないです。焼肉の王道みたいな顔してますけど、一応ホルモンなんですよね。じゃあ焼きホルモンを焼肉と勘違いしてる。そうですね。だからみんなホルモン好きじゃないって方とかもいるんですけど、でもタンとハラミが好きな人が多いんで。だからね、難しいですね。ホルモン愛強いです。あ、牛が好き。牛が好き。ホルモンが美味しいお店って思われたいですねって本人も言ってて、ずーっと隠し包丁入れてそんな大変なって思うんですけど、ずっとやってるぐらいすごい。レバーとか、口薄ぎたくなりません？なんかでも苦手なそう人は苦手ですよね。あれがすごいダメで、あとなんかちょっと生臭いっていうか、コスケ君がその処理の仕方とかちゃんと変えると違うんですよって言ってくれて、ちょっと自分のお店で食べれないままにしてちゃダメだと思って一回食べてみようと思って食べたら、今まで食べてたレバーはレバーじゃないかもしれないって思うぐらい美味しくて感動しました。オタクじゃないとそんなにこうなんだろう、覚えられないっていうか、知識がすごいので、なんかもうね、オタクですよね。だからインスタのプロフィールに肉オタクって書いた方がいいですよって。絶対書いた方がいいです。書いた方がいいです。ここを始めた時に新しくアカウントを開設して。そうなんですね。絶対書いた方がいいです。じゃあ加えておきます。肉オタク。切ってる時のポイントはあれですね、包丁入れた感じで、大体わかるんですけど、この感じだとあんまり薄すぎてもなんかもったいないなっていうのが、でも厚すぎたらちょっとやっぱ硬くなりやすいんで、赤身は、だからそこはちょっと包丁入れながらどれぐらいの厚さがいいかっていうのを、見極めてるっていう感じなんですけど、肉だけに関して言えばいろんな部位が食べてほしいなっていう思いがあるのと、あと肉質にもものすごいやっぱこだわってて、そんなに脂っこすぎないお肉、ちゃんとバランスがいいお肉っていうのをいろいろ業者さんにお願いして持ってきてもらってるんで、なんて言うんでしょうね、職人気質じゃないですけど、自分が納得するものをやっぱ出したいっていう思いが強いので、自分が食べて美味しければきっと間違いなく、いろんなお客さんも美味しいだろうっていうのはあるので、焼肉都内のお店とかもものすごいいろいろ本当に多分すごい数食べに行ったりとかは昔からしてるんで、どういうお肉使ってるのかなとか、どれぐらいのサシなのかなとか、高級店から庶民の一般的なお店とかも結構いろいろ行ったんで、そこはやっぱりだいぶこだわりが。さすが肉オタクですね。そうですね。恥ずかしいですね。肉爆弾っていうメニューで、お肉はたまに変わったりするんですけど、今回はリブロースの薄切り肉を巻いてます。中に入ってるのは何なんですか？ネギタン塩で使う薬味ネギ、味付けがごま油と塩と、あとニンニクと胡椒、これを周りを焼いてもらうと、中のネギが温まるじゃないですか。そうするとさらにネギからも水分が出るので、肉汁とネギの旨味が爆発するぐらい美味しいよっていう。だから爆弾なんですね。そうです。じゃあここから巻いてきますね。アメリカ産のタンですね。前の職場だと全部手切りで切ってたんですけど、この辺ぐらいしか上タンで使えないので、上タンだけ手切りで。基本1本から1人前っていう感じですかね。
上段で使えるのはここの下があるので、ここ一回削って、本当にそこだけなんですか？はい。タンの芯しか使ってないです。端材とかは山椒大根という煮込みがメニューにあるので、はい、そこに回したりとか感じですかね。包丁ちょっと入れてあげて、もう4枚しか取ってないですね。こんな感じで包丁がちょっと火が入りやすくなるのと、歯触りがこちらの方がいいかなっていうので、青唐辛子味噌ですかね。これをつけてあげて。はい、お願いします。多分焼肉警察の方にスライサーかって言われますね。手切りじゃねえのかっていうのは、ああ、やっぱそういうのがあるんですかね。ありますあります。僕は手切りでも切れますよ。切れますよね。みんなができるようにスライサーとか。昆布を拭いて締めていくっていうのが昆布締めの基本なんで、はい、それを今からやっていきます。肉からの、ドリップが結構やっぱ出るんで、この水分臭みの原因にもなるんで、しっかり拭き取ってあげてから締めていくって感じです。こんな感じですかね。じゃあこれは今日の夜分になるって感じ。夜分で、はい、出せます。締めすぎちゃっても水分が抜けすぎちゃって硬くなったりとか、昆布の風味が強すぎちゃったりするので、はい、だいたい2時間ぐらい締めてっていう感じですかね。このまま拭いて冷蔵して、でオーダーが入ったら切って出すみたいな形ですね。やっぱ低温調理してるんで、先に切っちゃうと色とかが変わっちゃったりとかしやすいので、はい、そこもこだわりですかね。こだわりばっかりですね。最初に入ったお店で教わったことが、すごい生かされてるなっていうのを思ってて、生産者さんとかもいるし、食材とか、今だったら牛がメインになるんですけど、命をいただくような仕事にはなるので、少しでも美味しく食べてもらえるようにっていうのはもう最初から常々言われてきたので、そこはもう本当に初心じゃないですけど、自分の中ですごい大事にしてる部分ではあるかなとは思います。命をいただくので、少しでも美味しく、せめて美味しく、生産から畜産とかいろいろあって、卸があって、で店舗があって、で最終的にここの店舗でお肉さばいてお客さんに食べてもらう最後の場所にはなるので、そこでいかにどう調理するかとか、どう美味しく食べてもらうかっていうのを決めるのがやっぱり僕らの腕次第なのかなとも思うので、そこは一番大事にしてると思います。ありがとうございます。はい、私の方は初めて。初めて。はい、私は3回目です。そうなんですね。なんとお手頃で、たくさんいろいろデザートまでついてて本当に美味しかったです。こちらこそです。ありがとうございます。お花ありがとうございました。気をつけて帰ってください。
重めなイメージはあるかもしれないですね。うんでも実際食べてみるとはいそこまでくどいっていうわけでもないとは個人的には思います。油のバランスがいいところだけを全部特上カルビに回して、こことかだとやっぱ食べた時に少しくどくなってしまうので、うんこっちは上カルビに回してます。食べますか？いいんですもちろんもちろん。美味しそう多分ただの焼肉丼ですありがとうございますじゃあ伊藤さんはこれでお昼で終わりですけど。これではい何のね食べましょう。あでしたごめんお疲れ様でした。まあ。久々に行ったおお。どこですか？扉って。どうぞありがとうございますまた来ましたまた来ちゃったどうぞどうぞありがとうございますかっこいいすごい作ってな普通にこういう風になってて、はい伸ばしても着てもいいしなんか、まあ、絞ったのが可愛いね確かに絞ったら結構なボリューム感でめちゃくちゃ可愛くかわいいできましたインスタで出てきた写真えマジ出てきました見てくださいめっちゃ綺麗です難しい、ちょっと弱火で出してあげるのがポイントですね。そうですね。すぐやっぱセッティングとかをちゃんとしとかないとすぐ出せないんで料理が。胡椒とおろしにんにく、食塩、塩、白ごま、あとごま油。慣れないあ、いっちゃった。10年続けられた秘訣、なんですかね。もともとでもずっと学生時代とかも10年ぐらいバスケやってて、その時もまあなんで続けたんだろうなって最後引退した時考えてたのは、その時はすごく上手くなりたいなとかっていう思いで多分続けてて、であとはもともと好きだったっていうのもあるんですけど、で今まあ10年やってみてと思うのも、やっぱり美味しいものって食べた時って結構やっぱ感動の方が勝るですよね、僕の感覚的に。だからそういうものをより良いものを目指して今ずっとやってきてたので、それじゃないですかね。なんか美味しいものへの探求心じゃないですけど、そ
そういうまだまだだなって思う部分もあったりとか、もっとこういう風な仕事ができたらいいなとかも、まあ、日々思ってるんですけど、あとはお客様の美味しかったよっていう言葉ですかね。じゃないとやっぱり飲食業界って結構本当に大変って言われてる中でこんなに続けれていくのは難しいと思うので。難しいですね。そうなんですよ。もうちょっとまあオタクなんでやっぱり推し活とかされてる方とかも結構いると思うんですけど、そういう話されてる時とかすごい生き生きしてるじゃないですか。一緒ですよね。アイドルを追っかけるのかお肉お肉を追っかけるのか最終的にはやっぱり牛のまあ畜産の方とかもちょっといろいろ行ったりとか、枝肉の工場とかもまああるんですけど、そういうところ行ったりとか、なんかお話聞いてみたいなって、どういう思いで作ってるとかっていうのもまあ確実にあるので、そういうなんかちゃんと思いをより受け継げるんじゃないかなと思います。だからおいおいちょっと落ち着いたら農家さんの方に見学行ったりとか、よりなんかいいものを提供しなきゃいけないっていう責任感がまた自分の中に入ると思うので。赤身結構人気で出るんですよね。やっぱ赤身好きな方が。油はやっぱり赤身と比べたら油っぽいんですけど、でもしつこくない油もあるので、そこはちょっとぜひ知ってほしいポイントですね。そんなに重くないようにその油とか削ったりとかもしてるので、苦手な方も。今日のレバー今日もいけそうですかね。ちょっとばらせそうなんで、ちょっと一回まな板いって。すごい。プルプルなんですよ。これはちょっと上レバー用に。プルプルですね。シャリとかで。こんな感じですかね、レバーは。うめえ。すげえ、プリップリじゃないの。うめえ。あ、やべ、いいニンニクの量。これやばいな。じゃあお先に。こんばんは。うまっ。レバー無理だけど。
けるこれな。レバーダメなの？レバー苦手。あ、もうなの？苦手でも全然いけます。全然いけます。これやばいな。オッサム9。はーい。入れてます。カルサングリアサラダ、レギュラー。3人前です。はい、22です。はい、ゆっくです。14たくさん。ご案内しましたか？先ほどのこちらです。つけたやつです。はい。赤っぽくだいぶ発色がありますね。はい。亀の子自体は結構硬い部位なんで、薄切りじゃないとやっぱり食べづらいっていうので、薄切りで。1個。地醤油、お塩、わさび。めっちゃ可愛い。綺麗に作れるようになった。シャインマスカットバージョン。じゃあ今日は一日撮影ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございまた。食べに来てね。来てね。お待ちしてます。